宇根俊恵さん、当時26歳。爆心地から 2.7km の霞町で被爆しました。宇根さんは当時陸軍広島兵器補給廠の託児所で保母さんをしていました。原爆投下の時は託児所の調理室にいました。体は無事だった宇根さんは行方不明の子どもたちを探して防空壕を駆け回りました。今宇根さんは水をくださいと訴えながら死んでいった人を思い、慰霊碑を回って水を捧げる懸垂の活動をしています。やっぱり大火事になったんじゃ、どうしよう思ってね見たけど、その火の炎が来ないの。みかん色見渡す限り体を起こしてみれば、ずっとねもう自分が見るとこ上も下も横も全部みかん色、真っ赤じゃないの。それで炎が来ないの。おかしいね思うてね、夕焼けの中に立っとるようなかった。しばらくぼーっとしてそれを眺めとったがね、火が消えててから、あれは私がつけた火で火事になってんでなかった。よかったね思ったが、もう見たらもうね全然開いたかったけどね、お鍋がひっくり返って飛んでるとこじゃがいもやら南京今切ったまんまのまだね生のようなのがパーッと散ってる。思った惜しいね。で皮膚を集めてもう一遍洗って高い思うたがね、ダメ。もうそこらのガラスやコップやお茶碗がね、炊事場にあった子供のお茶碗コップ窓ガラスはすっぽんぽんになってね、全部ぐっちゃぐちゃにね炊事場へじゃがいもと南京とそんだけがね散乱して、二度と足が踏み込まれる状態ではなかったけど、窓のすっぽんぽんになったの窓の外から見た外に植えてあった木も全然みかん色の中で茶色にガラガラ、ほんで遠くまで見えたがどこまででもみかん色。ほんでしばらく呆然としたんですがね、これじゃいかんって、ほんでこっちからね子供が泣く声がわーいう声が今度聞こえてきた。首こっち向けたらね、やっぱ子供が泣いとるわ、行かなきゃ思ってね、で身の回り見たら私にはね今まで子供が来て寝てた布団をあげてね、子供がお遊びに入ってたのが押し入れがあったわけ。その押し入れ布団がこずんであった。その押し入れの戸がねどこまで飛んだかわからんけど、全部私に一歩入った瞬間のとこにこうかぶさっとったね。で私が無傷だったわけ。全くガラス一つ受けてない無傷。それは後で気がついたんだけどね、瞬間ねその自分にかかってる布団をねギャー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 泣いて走り歩いとる子供のねパーッと投げたの。で頭の上かぶさった。で子供の泣き声が小さになった。よかった助かった。防空頭巾まだかぶかす暇なかったけど、あれよりまだ布団の方が大きいからね子供が助かった思って嬉しい嬉しい思って、そこをねこう子供の方行きよったら向こうからお母さんがねたったっと走ってきよる。うちの子はおるかうちの子はおるかいうのをね、でもう無我夢中でお母さんが走ってきてね、でもうよその子は一つも目につかんのよ。なったらうちの子はおるかうちの子はおるか、泣く子の中にみんなね走り込んでね自分の子ばっかり探して、で自分の子見つけたおったうちの子が生きとった言うてね、すっごい抱き上げて喜んでね、瞬間そこへへたばってね、今度は親子が泣くの。ちょっと気がついたらね、外で遊んどった男の子が3、4人と女の子が6、7人、一人も子供がおらんの。外で遊んどった大きい子が。ほったらお母さんが走ってきて、うちの子はおらんじゃないか、うちの子はどこ行ったか先生探せ、はよ探してくれ、一緒に探そう、うちの子がおらんと、うちの子がおらんってね、気違いみたいになるでしょ。子供の出会いとこはみんな親子が座って泣きよって、まあおかしいね、今おったって布団かぶってね声が小さくなっとったね、おかしいねおかしいね、どこ行ったんか思ってずっと工場の方見回しても外見ても中見てもそういう子が走り歩きおらんのよね。今日はねとっさのことじゃからね、子供が気を利かしてね、元気のいい子がね「おい僕が行こうや」と誰か一斉あげたに違いない。そしたらみんながねいつも行く道だからもう5分ぐらいで着くんやから「行こう行こう行こう」ってね、おそらくついていったんだろう思うたから「お母さん僕が行ってみよう、もうここらにおらん」とね。
言うてほいでトトトッと走ってもう門を一歩出たらもうガタガタじゃけね今までのようにまともに歩かれんだった。もうギラギの山がこうしてね無我夢中でね肘山の防空壕へね子供訪ねに行ったん。肘山走って行ってみたところがもうね防空壕いつも行ったらガラーンと開いてて私らがもう専属入れよったのよ。でなるべく奥へ奥へとね行き詰まりのところだから奥へ奥へとこう入るよった。だけどもうね徳地どころじゃねその外のねこう土手のような広っ端がね満員。もうその入り口がそこに見えるんだけどその高台まで上がった瞬間にね驚いた驚いたお化けみたいな人がね満人。おかしいねどっから来たんだろうね思ったから私がね「あなたら誰？どっから来ちゃったん？どうしてそうなったん？誰？」言うて聞きながらねだんだん防空壕の方へ使う。そしたらその戸口の方へ立ってね男と女との区別は後ろから見たらわからんだった。前へ回ったらね局部はわかる。ね男は男みな丸出しじゃから女は女で大人の姿がね全部膨れ上がってね後ろだけじゃね女か男かわからん。子供がいないのその中に。なんぼ見ても子供らがおらん。大人ばっかり。それが全部ね膨れ上がってねまあまともに見たらねめっこん玉がこう飛び出たようになって唇が一寸ぐらいに膨れ上がってねあっとなってねほで鼻がうずもれたようで顔が膨れ上がってねほでもう髪はやっぱりバーッとねのりつけたようにこう立っとるわけよ。風でこうなったりこう立ってほで手が皮がずるっと向けて大やけどしてガラガラ上向いて人があるし下向いてる人があるしほで全部裸足でねパンツのゴムだけが食い込んどったおへそのとこへ。ひっくり返ってる人がある伏せとる人が立っとる人座っとる人みんなもうあらゆる姿でねうめいとるわけ。動けんで燃えよった。広島駅がめっちゃくちゃにこうね大きな鉄のあれがぐにゃーっとなったがねこう寄りかかったように倒れたねその鉄棒のこうなったところからねこっちのコンクリートの残ってるところでないとこからね火の手が上がっとった。うわありゃ広島駅じゃが燃えようら思うた瞬間。ほんでいつも子供を連れて遊びにそこへ来る時には広島をね見たら黒い屋根ばっかりがずーっと真っ黒に見えて豆腐みたいなビルがところどころあったら見えよったんよ。それが全然黒い屋根がのうて豆腐みたいなのがところどころにちらっと見えるだけでほんでそれが全然ないでしょ。もう私足すくんでしもうてねもうそれから先子供探し行くのはきれいに忘れて回り右してタッとねタクシー帰った。広島がないよ広島がないよなっとるよ広島がないよ言って帰ったんよ。宇根俊恵さんの証言でした。